気分も乗らないし寒いしネガティブなことばっかり考えてたね。何回やめたいと思ったか分かんないぐらいかな。やめなかったのは自分との約束があるからそれは守りたいなって思ったから。じゃあ OK。 はい、うん。こんにちは。こんにちは。まず自己紹介お願いしたい。自己紹介。あ名前は南圭介です。ピレネー山脈の、GR10 っていうそういうのトレッキングコースがあってそれの FKT って言って最速記録のチャレンジをしようかなって思ってるね。普通の小ささあったら嬉しい。すごい。すごい。Which language are you speaking? French? すごい。あ、Japanese. Ah, you speak Japanese. 1、2とここ以外は多分結構激しいね。見るのがこの4つ黒とその青いやつ距離とプラスどんぐらい上がるかとかも書いてある。緑ピンクが一番好きかな。これがこれだね。左ピンクの方がいいなってなんか思うよね。You have done a FKT before? This is my first time. First time? Big challenge. Je suis Cyril Fondeville, l'organisateur de la Transpyrénéa. Quand vous partez d'Hendaye, c'est une partie assez roulante. Les premières grosses difficultés, ça va être quand vous allez arriver sur la Pierre Saint-Martin. Le GR10 a une particularité, c'est qu'il redescend sur chaque village, il remonte sur chaque village, donc vous avez beaucoup de dénivelé. Of course it's crazy, but I like it. C'est pas joli, mais tous mes vœux t'accompagnent. D'accord. こんな感じかな。行こうか。行きましょうか。向こう着いたらダイブだね。本当に走るのかな。なんかあんま実感ないもん。走るのかなって。じゃあまたね。またねじゃない。またすぐみんな会うんだ。また行ってきます。はい、いってらっしゃい。じゃあまたすぐに。今日は一日快晴ですね。
かなり朝日もすごく綺麗です。Salut. Hello. Hi. Yes. Thank you. Bonjour. 橋爪一郎、フランスは30年目になります。やっぱ人のためっていうのにすごい喜びを感じれると思う。できる範囲で彼を応援してゴールまで一緒に行きたいなっていう気持ちだけですかね。トルティーヤみたいなああいうの食べたいってさっき言ってたんでそれを買ってちょっと温めて待ってます。到着。お疲れ。うわ、うまそうだ。明日32ミリって書いてますね、雨。明日？うん。明日はしかもめっちゃ風強いんじゃない？30メーターって書いてあるよ。Day 1の、目的地の街か。セイント・ジョン・ピエド・ポート。だいぶ予定より早かったから Day 2の CP1 まで行こうってことで。なんか来たね。でもあれよりは早く上がりそうだ。じゃあね。バイバイ。またね。でその日はかなり調子は良かったね。1日目終わり。お疲れ。終わりです。100何キロだろう。多分110キロぐらい行ってると思うので、110弱ぐらい行ってるかもしれないですね。行きましょうか。シューズどこ乗っけていいですか。Day 2も深夜0時スタート。少し体が重いなと思ってたけど、まだ全然元気だからよくて、なんか風もなんか残ってるなって強い感じ。その頃にはもう夜が明けてたかな。雨が降るかもしれない。そう上どうやった？雨いやちょこちょこ降って止んで降って止んでですね。14時32分。もう朝一から風がすごくてやばかったですね。もう風の記憶しかないですよ。まだ2日目だけど。2日目。はい。いやもう結構疲労してます。登り切ってちょっと走ってだったんだけど、途中の分岐でナビゲーションのルートは左側に行くルートなのね。で右側にもこうルートがあって、で GR10 のそのマーキングが赤白のこういうラインが岩とか木についてるんだけど、ちゃんとあるよ。こう行くの間違ってない。このマーキングもちゃんと100メートル200メートル大きなあるから、あ、こっちだ。あ、こっちで合ってんだな。うん、あるある。で登ってったんだよね。でその辺から大雨降るようになってきて、で風もものすごい強い。で上の暗部に出た瞬間にもうどこここっていう感じの、その想像してた地形と全く違ったから全然分かんなくて、で少し進んだところにその道標が立ってて、そこの赤白のマークのところを見たら GR12 って書いてある。
GR10 じゃないと思って、ああなんとなくあっち行けば出られそうだなっていうことが分かって、だいぶロスしちゃったかな。もっと広まってきた。ここに書いてあるよ。あれは大丈夫です。 GR10 って書いてある。 GR10 って書いてます。12じゃないです。12じゃん。 12じゃない、うんでリカバリーできたし、まあ余裕だろうと思ったら、まあ、そこからの山道がかなりガレてたりとかして全く進まないね。もう下りでしょここから。まあ、その頃には雨も止んでて、まあ、なんか少し元気になったからすぐ終わるかなと思ったんだけど。どけて。ないね。そのまんま進んで10分後にまた大雨降り出して、マジか。かなり疲れたかな、精神的にも。で雨も全然止まないし、だいぶ遅くなってるね。でそこの区間が、まあ、今回の GR10 で一番こけてドロドロになった場所かな。飯食って寝ないと。そうですね、もう7時25分ですもんね。やばい。おはようございます。今までは3時間とか3時間半だったんだけど、ちょっとこの先しっかり寝ていかないと持たないなっていうのを少し感じ始めて、4時間寝ようと思って深夜1時スタート。じゃあデイさんスタートですね、はい、じゃあまた次の CP で。今1500登ってきたんですけど、めちゃくちゃずっと眠くてフラフラしながら登ってきました。雨降るかな。何が入っちゃう。で最後の17、8キロぐらいある区間だったんだけど、ああまだ風と雨かと思いながら進んでたんだけど、もう2000メートルに行った時にはもう吹雪に変わって、で雪がついちゃうっていうかマーキングが分かんないから、もう時計のナビゲーションを頼りにずれないように進んでって、ですごい寒さもあったからなるべく早く降りたいと思って飛ばしながら下ってったね。長かった。日またぐ前に帰ってこれました。吹雪の次の日だね。ホテルで3時間半ぐらい寝たのかな。疲労感がすごくて、なんか体も重いし気分はなんか全然上がんなかったね。
でその次の区間がこの GR10 で一番高い到達点に行くんだけど 2500m ちょっとぐらい。なるべく頑張って登ってったらその山頂が見えた時にものすごいな、その山頂の上に人がいっぱいいるんだよね。めちゃくちゃ人いるね。頑張って。なんかすごいみんな応援してくれてて、でものすごいんだけどものすごい疲れてたからありがとうぐらいで終わっちゃったね。ありがとう。でもなんか少しはまあ元気もらえたのかなと思って、でそこから下り出したんだけど下り出してもう15分ぐらいで全く力入んないっていう。でそこの区間は湖がいっぱいあってすごく綺麗な場所なんだけど全く見てる余裕がない。もう前に進むだけですごい精一杯だったね。草むらに何回倒れ込んで天を仰いだか分かんないな。なんかネガティブなことばっかり考えてたね。本当にこれ最後までいけるかなとか。だってその時点でまだ半分もいってないからね。こっからまだ半分あんのと思うね。次の CP までどんぐらいかかったかな、もう分かんないぐらいかかったね。やめたいなってめちゃくちゃ思ってたもん。やめなかったのは、まあ、自分がこれやるって決めたしね。やめたら後悔するっていうのはもうすごく分かってたから分かってるんだけどネガティブな要素が誘ってくるんだよね、やめればって。でもその自分との約束があるからそれは守りたいなと思ったから、その辛い瞬間は永遠に続くわけじゃないからそれを信じて進もうと思ったかな。北海道の札幌市で生まれました。毎日サッカーしてたね。でサッカーの練習ない時は近所の公園で野球したりとか、なんか自転車で遠く行ったりとか、なんか外で大体遊んでたね。父さんと母さん妹の4人家族。なんかあんまり良くない家庭だったからあんまり覚えてないってところはあるけど、うちの親と主人が合わなかったんですよね。主人がいてみんながいても面白くなかったっていうのがあったと思います。いえ、もう親父がいたら全部空気が悪くなるみたいな。中学2年ぐらいからなんとなく離れていった感じ。中学生の時にトランスっていう音楽に出会って衝撃だったね。すごく踊れる音楽っていうか踊らせてくれる音楽だなと思って、なんかそこから、クラブ行ったりとかするようになったね。ドラッグ決めて踊りに行ってたっていう感じかな。友達と部屋で薬やっててもう変になっちゃって、その窓から飛び降りようとしたの。そこの窓から。で旦那が止めて警察呼べって私に言ったんだよね。でもこんな警察呼んだら高校の時だから絶対退学になるしとんでもないと思って私はなんとか抑えて、だからそういう時代ね、すごい私あの子に不信感あって、何したいんだろうこの子って感じで。調子いい日悪い日、調子いい日悪い日交互に来てることが分かったから、あ、今日はなんかいい日っぽいなと思って。早いね。早いですか。うん。すごくゆっくりな気がするんですけど、すげえ早いよ。あれだけだよ。
体が動かないですね、あんまり。進んでるなってめっちゃ思ってたら全然遅かったりとか、体感速度のズレがこの辺から大きくなっていったね。暑い。暑い。やっぱり眠さが時折すごいのが襲ってきたから、で次の区間も少し長かったから寝させてもらったね。うわ最高だな、横になれるって。15分だ。もう15分経ちました。ちょっとマップを撮ってもらってもいいですかね。すいません。入院してるみたいな。これでリクライニングとかなったらいいね。こう登るんですね。2000。行きます。はい。いらっしゃい。まあ割と元気な感じで調子よく進んでたんだけど、ピークまで行ってそこから稜線をずーっと行くんだけど、すごく眠くなっちゃって全く進まなくなっちゃったね。お疲れ様でした。お疲れ。ちょっとデイパイプ短いけど。Il y a des ours, c'est ceux qui, si tu le charbonne ou le colis, il va la manger, etc. 元気ですか？あ、元気で。I learned Japanese in Tahiti, in French Polynesia. タヒチ出身の奥さんがやってる宿で夕ご飯を作ってくれて、すごく美味しかったな。なんかラムチョップみたいなとか出してくれたりとかして、すごいありがたかったね。ちゃんとしたご飯食べるの久しぶりだったから。豆一箇所できちゃってる。じゃあ6日目行ってきます。6日目だよね。6日目だよね。分からなくなっちゃうわ、日にちも。今日も一応工程では100キロぐらいあるんですけど、だんだん疲労してきて100キロこなせなくなってきました。痛い。いってらっしゃい。淡々と進みすぎてその日は終わった記憶があるね。今この瞬間が一番最高だね。もうやっと横になれるって。いつもの100万倍布団とかマジありがたくなっちゃうわ。行きましょう。はい。この最初のプランでやったらさ、8.5 日で終わる。あ、そうなんですか。そうや。あ、9.5 じゃないですかこれ。だって9日目で終わったらさ、9日目の。そうや。だからすごい。8.5 だ。僕 8.5 のプラン作ってたんですか。やねんで。だからきつかったんだ。気づかった。全然気づかなかったですね。まあ。だからやたら早いなと思ってたんですよね。で
いうかそうよくじゃあ僕こなせてますね。みんなさんが走ってんねん何言ってんのだから余裕はあんねん余裕だからあるからなるほど。明日そこまでやらんでも突っ込まなくてもいいってええことですよね。かもしれんいやここまでやってもええで別にやんない方がいいですね。余裕あるんだったら。じゃあ寝ましょう。5時間寝て。5時間明日のスタートは5時半5時半にしましょう。はい。7日目7日目ですか今日。7日目じゃあ7日目はい行ってきます。よし行きます。はい、はい、ありがとうございます。また4時間後ぐらいに。はい。この日も調子が良くて結構淡々と進んでたかな。なんかきつかったなっていうところもあんまなかったかな。よし。行きます。いってらっしゃい。目的地の村に着く少し前からまた雨が降り始めて、宿もそこの近くで取ってたんで、もう今日はそこでやめにしようって言って、でそこで Day7 は終わったね。4時間ぐらい寝て残りすれば2日と4時間いけるんじゃないですかね。とりあえず寝ます。5時何時に出発でした。また忘れちゃった。5時でここは4時半に出る。お疲れ様でした。お疲れ様でした。マジで秒殺でもうちょっとだけだ。ケイスケ、楽しんでる？楽しんでる？楽しんでるよ。ところどころでね。でも大体きついね。もう。じゃあおやすみ。はい。おやすみ。おやすみなさい。なんか明日ぐらいやばそうと思って正直なところ。精神は多分不安定だったんじゃないかな。その家庭の嫌なこと原点にあって、でマジックマッシュルームとか LSD とかそういうものをやった時にすごく童心に帰れるね。なんかちっちゃかった頃の感じで遊んでられるなっていう、なんかドーピングみたいな感じだったんだよね。でそのドラッグの効果が切れたらまた元に戻っちゃう。おばの話聞いてますか、マミって。だから本当ね、あった。結構ね、若い時の写真なんだわ。マミはもう圭介養子に欲しいぐらい圭介のこと気に入って、銀座でホステスやって、で自分のクラブを持ってっていう、かなり気合い入ったおばさんがいて、
小学校の入学式かな、その感覚が銀座なんだろうね。めっちゃくちゃ高いなんかさ金ピカの変な服持ってきてこれ着ろっつって、でも目立ちすぎるから着たくなかったね。僕がまあいいこと悪いことは別にして全力でやってるっていうところを褒めてくれるんで、なんか母親みたいな感じだった。なんか2人いるみたいな感じ、生みの親と育ての親みたいな、そんな感じだったかな。でパーティーでもなんかゴザ引いてなんかいろんなもの売ったりとかもしてたんだけど、僕はドラッグも売ったりとかしてて、でそのお金をもとにぐる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 世界を回ってたんだけど、じいちゃんの3回忌かな、3回忌の時のタイミングで帰ろうと思って、で帰るついでになんかいろいろ友達にお土産持ってこうと思って、なんか何種類かのドラッグを、持ってで日本に帰って、でそこで、成田空港でバレちゃって軽く考えてたから、なんかやばいことになっちゃったなとか思ったね。捕まった次の日の朝に「おばさん来てるぞ」って言って面会室に、扉を開ける時にまあ母親だろうなと思って、で札幌から朝一の便で来たんだなって思ってガチャって開けたら目の前にいたのが、マミちゃんだったね。マミが接見時に圭介にね会いに行った時に刑務所に、その時もうがんで末期だったんだよね。で久しぶりに会ったら本当にもうガリガリになってて、マミちゃんのお姉ちゃんが付き添いで来てくれて、で2人が面会室でいたんだけど、めっちゃ分厚いガラス越しで会ってしまった後会わなきゃいけないことになってしまってて、なんかマミちゃんの方全く見れなくてやべえと思って、ずっと睨んでんのがすごく分かるの、視線が。で1分前とかになったら残り1分って言うのね。って言った時にそのおばさんがボソって言ったんだけど、行きたいって、だからお前が無駄に使ってきたその命すぐよこせって言って面会時間が終わってしまったのね。そんな粗末にする命だったら私にちょうだいって。だからすっごい生きたかったんだよね、彼女はね。そうやってんのにまあね、息子にしたいなっていうぐらい思ってた子が何やってんのって感じ。僕のことを一番に思ってくれて、料理とかも作ってくれたりとかして、なんかあの言葉を言わしてしまったなっていう、命をよこせって。もう一向にペースは上がらないし、気持ちもずっと沈んだまんまなんだよね。心がちょっとめいってた部分もあるね。撮影してた。お疲れ。ちょっと手体温になりそうだから中入っていい？やばい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 。やっべえマジで。ああ、まだ結構あるんだよね、下まで。ね、全然減らないね、距離。
回もエマージェンシー出そうと思ったんだけど、止まったらもう死ぬと思ってとにかく走ったの。温まっていけるなと思ったんだけど、またそこから10キロ長いゆるく下りがずっと続いてて、もうそこでももう本当に愚痴っていうかね、本当ネガティブなことが止まんなかったね。めっちゃ痛い。もう1時でしょ。もうすぐ1時かな。もう1時かな。マジで今1時半。なんでそんな経ってんだろう。あそこ出て1個前の枝出て9時間経ってる。何してたんだろうね。もう無限に感じますね。20キロずっとピークからずっとゆるく下ってきたんですけど、この先行きたくないなと思ったんだけど、次のチェックポイントのちょっと手前ルート上に宿取ったからって言われて、あ、行かないといけないじゃん。でも行かないと寝れないからとりあえず進もうと思って。デー8終了ね。もうデー9に入っちゃってるけどね。やばい。もう今日はちょっとのことでもめっちゃイライラするね。多分めっちゃ疲れてんだな。いや、こんなに押すと思わなかったですね。だってもう3時っすよ。ね、結構散々な目にあったね、この日は。何回やめたいと思ったか分かんないぐらいかな、この日も。でも明日から天気良さそうでよかったです。また明日も明後日も雨って言われたら泣いちゃうかもしれないマジで着実になんか中に蓄積されてるものが明らかにいるっていう。おやすみなさい。はい、おやすみ。自分の足で地球を、旅しようと思って走ってれば、まあもうドラッグ使わなさそうだなっていうのもあったね。そのまみちゃんとの訴えてくれたことを守りたいなと思ったから、ルスツでレースがあるの。それが北海道で一番きついって言われてるレースで優勝しようと思って、それをレースの週の木曜日に既得のお知らせが来て、で金曜日になくなっちゃったの。途中その、まみちゃんのことを思いながら走ってたんだけど、まみちゃんが治療の痛みに比べれば全然大したことないって思いながら走ってて、最後の最後で差が埋まってて、でその時にもうアキレス腱がもうおかしくなっちゃって、で痛いなと思いながらなんとか頑張って、でそこで優勝できて、で最後の出棺の時にその1位の賞状をまみちゃんの棺に入れて、で報告できたっていう一番最後の最後で。
捕まってよかったのかもしれない、ある意味ね。結果として自分で吹っ切れたものはきっとあったと思うよ。なんか自分探しがだんだん煮詰まってきて、これだと思ったものがトレランだったんだと思うけど。間に合ったのか間に合ってないか分かんないんだけど、でもねきっと伝わったかなっていうのはあるけどね。朝8時44分、初めて明るい時間帯のスタートになったね。トラバースをしながらちょっとずつ上がっていくみたいな。でもう何個谷越えたかも分かんないね。覚えてないぐらい、もう全部一緒に感じちゃうぐらい。ずっと同じところをループしてんじゃないかっていう錯覚に落ちてきて、耐えなきゃいけない時間っていうのが永遠に感じたね。大きいオレンジの街が見えてきて、ああじゃあもうゴールは近いんだなっていうのは実感として感じられた瞬間だったね。とうとう最後に明日の昼から夕方だね、到着は。じゃあおやすみ。はい。寝てたらケツの電筋がもう痛すぎて寝れないんだよね。じわーってずっと痛くて、で寝たと思ってもすぐ起きちゃうのね、痛くて。中電筋がもう爆発しそうですね。用意して4時20分始まったんだね。FKT をやるのは厳しいね。あと残り5時間でゴールはできないからね、絶対に。おはようございます。最終日の朝です。10日目ですね。今あと地中海まで70キロ切ったところです。もうだんだん下りが下れなくなってきましたね。平坦なところと上りはまだいいんですけど、下りが調子良くないです。ペース遅いんですね。いただきます。はい。もしこのまんま1時間ずつずれていくと、ちょっと10日以内にゴールするの厳しそうだなって、もう痛いのは覚悟で、眠いし動かないっていうのは分かってんだけど、早く動かないとクリアできないなって思ったから、ちょっとスイッチ入れて無理やり走ったりしたんでね。11時42分ですよね。
ます。今何考えてるの？何も考えてない。考えられないの。ただ味わってるから。うまいね。人が残り。これ最後の山だったね。でもやばい。上の稜線なんですけど、何個山越えたか分かんない。もうはいいでしょうと思ったらまた出てくるんで。6.25ある。ラストか。本当にラストですよね。またいきなり登らされないですよね。めっちゃ枯れたところ。ご飯間に合いそうですかね。間に合うやろ多分。ちょっと見つけてるとこあって。いいところですか。良さそう。最後。どこだっけ。めちゃくちゃ長かったね。
こんだけ走ってたら日常のちょっとしたことがすごい幸せに感じるね。布団が何よりありがたくなかった。寝っ転がれるっていう瞬間が、寝っ転がった瞬間もうそこアラーム鳴るもんで、うわ始まるって。今までやってきたことで悲しませてしまったりとか傷つけてしまったり、その人たちが受けた痛みを知る必要があるんだなっていうのは思って、でその人に還元できれば還元した方がいいのかもしれないけど、できなければで優しさで他の人に返してあげるっていうことはすごく重要なことなんだなって。トレイルランニングはそれを教えてくれる一つの僕のツールだなっていうのはすごく思ったかな。結構来るね、上まで。もうここまで来てるんだもんね。これで海触ったから終わりだね。お疲れ様。ご飯食べよう。久しぶりだね。ただいま。お疲れ様。また走ってたね。走るしかできないからね。